毎日さまざまな地域からたくさんのお客様にお越しいただきますから、その人との出会いが楽しいですし、喜びでもございます。お話が、深くできるケースもあるし、一瞬すれ違う程度のものもありますけれど、やっぱりいろんな人のお姿が拝見できて、さらに踏み込んでいろんな方たちのその思いとか、その方の経験とか伺うチャンスがあったりすると、大変それが勉強でございますね。残念ながら私どもも海に近いフロアは被災してしまったんですが、それでも我々を頼って住民の人がここに来たしと、ですから一気に多くを失ってしまったということが待ったなしだったし、スピード感を出してことも進めなくちゃいけなかったと思いました。世界最大級と言われる災害ですから、世界中の人から、心配していただいたり、あとは応援の手が届くようになって、そうすると今まで縁もゆかりもなかった人たちがこの地域に来ていただきますから、ありがたいなと思いましたし、やっぱり地元の人が頑張らないと、地元のことは地元の人が一番よく知っていますから、そういうつもりで、牽引役っていうことは意識いたしました。その困っている人がいたら手を差し伸べてっていうのは、前々からも指導もしてきたつもりだし、それがきちんと行動として移されたなということは嬉しくも思います。一部泣き崩れた者もいたことは事実ですけれども、多くのスタッフは協力してくれたと、今も感謝の気持ちでいっぱいですし、常の心がけがそのような特殊性のある場面でも発揮できたっていうのは、今後においても、それがまた団結できるもとにもなったし、この後の困難にも立ち向かえるっていう自信にもつながったと思います。みんなの気持ちを一つにしたり、方向性を示すことが大切だというふうに思って、ですからすぐ直後には、みんなを集めて心を強く持ってという言葉は集めるたびに何度も何度も声をかけましたし、ここが避難所になる時に引きこもりにならないようにしてくださいって言われたんですね。仮設住宅に行くと深刻なことが過去の災害の時にはありましたと、自殺をされてしまったりしたケースもありますから、それで私たちなりに考えたのは、さまざまなイベントを行ってみようと思ったんですね。そうすると一瞬でも心が癒されたり、悲しいことがちょっとでも忘れられたりっていう、そういうひとときになるかなと思いまして、ロビーやこのような会場を使って音楽コンサート、お芝居、絵本の読み聞かせ、落語の会、マッサージの時間、編み物教室、ミシンがけの教室といろんなイベントを開きました。でこれによって仲間が増えたり、それぞれが誘い合って引きこもりにならなくて済むようなことが進められましたから、被災地の力になったなと、被災地を明るくするもとになったということで、感謝しております。人に喜んでもらうことに生きがいを感じてっていう方たちが大勢従事してくれてますから、やはり住民の人たちが、表情が柔らかくなっていったり、そういう笑い声が聞こえるようになったら嬉しくて積極的に動くようになりましたから、私どものスタッフにとっても、非常にモチベーションが上がったり前を向くもとになったと思います。そういう懐かしんでもらったりとか、こういう場所で安心して会話が進められたりしたらいいのかなと、それもお役に立てることかなと思いまして続けております。やっぱりその同じ苦難の中でここが一つの家族のような場所でしたから、ですごく嬉しかったのが、しばらくしてある年齢の高い男性の方がここは一つの家族なんだって言ってくれたんですね。1000年に一度の災害は1000年に一度の学びの場ではないかというふうに感じるようになって、やっぱり緊急時にはできる人から動かなかったら助かる命も助からなくなってしまうし、誰が助けに来てくれるんだろうっていう待つ方の受け身なだけな考えではなくて、私に何ができるかしらっていう思いの人が増えると、復旧復興も進む傾向につながると思います。